はい、今回はリベルノボの電動ワークチェア、新型オムニシリーズについて話をしたいと思います。この椅子、クラウドファンディングで話題の椅子ってことで、私も非常に気になってたんですけれども、今回はフラッグシップモデルのオムニプロとエントリーモデルのオムニ SE、モデルもサイズも違う2台をそれぞれ3ヶ月ほど使わせていただいております。で、実際に3ヶ月ほど座り続けてどうだったのかというと、リラックスワークチェアといった感じで、後傾姿勢に特化しまくりの今までにないタイプの椅子だと感じております。従来の硬めのメッシュチェアとは全くの別物であり、硬い素材で体を支えるというよりは、柔らかめの素材で体にフィットさせる。そしてパソコンの作業姿勢というものを改めて考えさせられる椅子だとも思いました。硬めのオフィスチェアが合わない人にはもちろん、椅子に深く座って作業したい人にも良いとも思ってるし、新しいオフィスチェアとして使う価値も十分あるとも感じましたので、今回はその辺を含めて深掘っていきたい。ちなみに今回はリベルノボさんから提供を受けてのレビューとなります。私の動画を含め、この椅子は提供でのレビューが非常に多いのですけど、私自身使ってみて聞いてた話、思ってた椅子とも全然違いましたので、その辺も含めて楽しんでいただけると幸いです。それでは行ってみましょう。はい、それではまず、この椅子を3ヶ月使って感じたことから話をしたいと思います。この椅子を使うようになって、椅子の座り方というか、私の作業スタイルが大きく変わったんですよね。まず実際に座るとわかるんですが、この椅子、普通に座った状態でもちょっと上を向くんですよ。一番起こした状態で105度。直角の90度より最初から15度後ろに傾いている。背筋を立てて直角に座る椅子ではなくて、少し後ろに体を預けてデスクの下に足を滑り込ませて座るタイプの椅子なのです。で、リクライニング角度は105度、115度、125度、135度、160度の5段階。この5段階はどこまで倒せるかの上限をレバーで決める方式となっており、上限を125度にセットすれば、体を預けると125度の角度で受け止めてくれて、体を起こせば背もたれもついてくるというタイプ。ここでポイントとなるのが、105度だけじゃなくて115度、125度という後傾姿勢の中でもさらに細かく刻まれてるってことなのです。小刻みに角度調整ができることで、後傾姿勢の深さを変えられる。これがちょっと他のオフィスチェアにはなくて、今まで私が試したかった椅子がまさにこれなんですよね。例えば、がっつり集中したいときは105度。ほぼ通常のデスクワークの感覚ですが、それでも軽く後ろに傾いてるってのは先ほど申し上げた通り。で、この椅子面白いのが、さらに深く傾けられること。例えば日中の長い作業とか、打ち込み作業が少ない場合は115度とか125度とか、背もたれとヘッドレストに体重をしっかり預けつつ、画面を見て作業ができる。この脱力したまま作業できるっていうゾーンがこの椅子にはあるのです。ゲームや動画視聴とか動画のチェックとか文字のチェックとかも135度にしてみたり、トラックボールがメインの音声入力やコントローラーを持つくらいならこれも良い。で、さらに面白いのが160度まで倒れること。お昼ご飯の後の昼休憩にこれなら完全に寝れますからね。仕事場で布団を敷くってなかなか難しいんですけれども、これなら布団を敷く必要もないし、寝すぎることもなくなって一石二鳥。今、この作業スタイルによって椅子の角度を分けて使うって話をしましたけれども、椅子ってどうしても座りっぱなしの一つの姿勢になりがちなんですよね。同じ姿勢のままだと、お尻への負担も一点にかかり続けるし、ふくらはぎや太もももパンパンになりがち。その点、この椅子は持たれる深さそのものを変えることができて、そもそもこの姿勢を変えられるということが非常に重要で、後傾姿勢の中でもさらに微妙にその深さを調整できることで、下半身への負担も少なくなるんじゃないかと思ってるし、実際良い気分転換にもなるなとも感じております。しかもこの椅子はこれら姿勢を切り替えた時のヘッドレストや肘掛けの位置も非常に優秀なんですよね。ヘッドレストも肘掛けもレバーを押しながら無段階で簡単に合わせられる。カチカチと動かして調整させるラチェット式ではないので、微調整で行ったり来たりすることもない。実際私は今までにないくらいにヘッドレストの位置も調整しまくってますからね。実は私、最近は腰よりも首と肩のこりの方が深刻なタイプでして、ヘッドレストと肘掛けが合わない椅子で作業すると頭が痛くなってきちゃうんですよね。
昔はヘッドレストなんて別になくてもいいタイプだったんですけれども、年とともに肩こりがめちゃくちゃひどくなってきてまして、まさに今この椅子がピンポイントで効いている。人間の頭って5キロ前後あり、この重さを首と肩の筋肉がずっと支えていて緊張し続けてるんですよね。私はストレートネックなのでなおさら、すでにうまく支えられてもいなくて、この椅子を3ヶ月ほど使って夕方の首と肩の重さというより、首から頭、後頭部の痛さが明らかに軽減しております。この辺のところは人にもよるので、あんまり大げさには言いたくないんですけれども、ヘッドレストの調整し具合は今までのオフィスチェアの中で圧倒的にいいですね。そしてこれ、効いているのは頭を支えていることだけじゃないと思っていて、デスクワークって放っておくと肩が前に巻いて胸が閉じて背中が丸まっていってしまうのですけれども、この椅子は後傾で胸が開いたまま座れる上に肘掛けが腕の重さをちゃんと支えてくれる。あと私はお尻も太もももガチガチで足もむくみがち、靴下の跡をつきまくりなのですけど、この椅子に変えてからそれらも軽減している気がする。従来の椅子って直立なので体重のほとんどがお尻の一点に集中するんですけれども、この椅子は後傾するので背もたれ、ヘッドレスト、フットレストと接地点が増えて体重が分散しているのではないかなと。この辺は私が分離キーボードを採用し、音声入力を多用するようになったってのも大きいとも感じてるし、こういった分離キーボードと後傾姿勢は相性が良いなとも感じている。のけぞってリラックスした体勢のまま手元にキーボードが置けるし、本当音声入力が便利すぎて文字を入力すること自体がすごい減っている。AI に仕事を投げて回答を待ってる間に別の AI から出てきた文章を読む。打ち込むというより読みまくるというのが作業のメインになってきてるんですよね。手をデスクの上に置いておく時間そのものが減っており、別にデスクの前に直立に座って待ってる必要もないわけで、ヘッドレストに頭を預けて深く座って待ってる方が楽なのです。こういった時代の流れ、作業の変化もあり、後傾姿勢に特化した椅子の方がこれからのディスプレイワークには向いているのではないかなとも思いました。はい、続いて他社のオフィスチェアとは何が違うのか。他の椅子では後傾姿勢で作業ができないのかって話ですね。まず、有名どころの背もたれの角度って実は非公表のことが多くて、岡村さんもアーロンチェアも背もたれの角度は非公表なのですが、どの椅子も一番起こせばほぼ直立に近い姿勢になるというのはすでに座ってる皆さんならご存知の通りかと思います。特にアーロンチェアはリクライニング自体はついてますが、あれは体の動きに追従するための機能で角度の固定もできません。リラックスするためのものでもなければ後傾姿勢で作業するためのものでもないし、そもそもヘッドレストがないので後傾姿勢のための椅子ではないのですよね。一方この椅子は一番起こした状態ですでに105度。リクライニングの可動量で比較してもこの椅子は圧倒的であり、倒しきれば他社の最大よりもはるか先の160度まで行く。直立もできる椅子ではなくて最初から後傾しかしない椅子なのです。ちなみにこの105度って角度は伊達に傾いているわけではありません。人間工学の研究でもデスクワークに適した背もたれの角度は100度から110度程度とされていて、直角の90度はむしろ理想でもないのです。で、このたった10度、15度の違いなんですけれども、デスクワークにおいてはこれが結構大きな違いを生むのです。一般的にディスプレイまでの距離は50センチくらいと言われてますが、視線の向きが10度変わるだけで見ている先は約9センチも動く。しかも後傾すると頭の位置も後ろに下がるので、今までのモニターの高さも距離もこの椅子だと変わってくるわけです。逆を言えば、モニターの置き方まで変えると、この椅子は結構化けるんですよね。じゃあ深く倒れる椅子なら後傾のまま作業できるのかというとそうでもない。実際私はエルゴヒューマンやシホーのような後傾寄りの椅子も多く使ってきましたが、どちらも深く倒すこと自体はできるんですけど、倒したまま作業するとなるとやっぱり厳しいんですよね。この辺はロックの方式、ランバーサポートやヘッドレストの形状も違うし、アームレストの可動域も違うしで、一言では言いにくいんですが、倒した時の姿勢の決まり方が全く違う。誤解を恐れず言ってしまえば、他社オフィスチェアは休憩のためのリクライニングであって、作業するためのリクライニングではない。一方、このリベルノボオムニという椅子は、作業するためのリクライニングなんですよね。
というのも私は後傾姿勢での作業に憧れて、後傾姿勢用のデスク環境を自作したこともあるんですけれども、どうあがいても椅子がしっくりこなくてモニター位置もうまくいかない。リクライニング姿勢って深く倒れるほどディスプレイは傾けないといけないし、視聴距離も遠くなる。腕の位置も肘掛けの位置も合わなくなるし、椅子ってやっぱり座って使うってことが前提なので、寝姿勢に近い状態で長く使うと圧がかかったところが痛くなってくる。床ずれみたいに動けないことでお尻も痛くなってしまうのです。その点、このリベルノボオムニは座面から肘掛けまで椅子の全部が後傾のまま作業するために作られています。まず座面が柔らかいってだけでなく、後ろ固め、前柔らかめのマルチ密度クッションで、座ると体重が後ろ側に乗っかるような感覚があります。お尻の一点に圧が集中せず、自然と体が後ろに乗るような姿勢になる。オフィスチェアというより車の椅子とかリクライニングシートに近い座り心地かなと。背もたれもよくあるランバーサポートのように腰をグッと押し込んでくる感じではなくて、体に合わせて胸がちょっと開くような感じで支えてくれる。ゲーミングチェアが肩が前に丸々がちなのとは対照的で、こちらは寝れるのに胸が開いたまま仕事ができる。作業できるゲーミングチェアみたいな感じ。ヘッドレストも後ろ側へよく動くので、よくある前に出っ張って頭を押し当ててくるタイプではなくて、倒れてきた頭を優しく受け止める構造。レバーで微調整もしやすく、しかもこのヘッドレスト自体も柔らかい。そして非常に良いのがこのアームレスト。前後に大きくスライドするので、お腹のすぐ近くまで引き寄せられます。後傾姿勢ってちょっと斜め上を向いてデスクの下に入り込むような姿勢にもなるので、椅子をデスクに限りなく近づける必要もあるので、肘掛けも後ろ側に引けないとダメなのです。これ、肘掛けのせいでうまく座れてない人って多いと思うんですよね。肘掛けがデスクと干渉して浅く座って前のめりで作業するってのもありがちな話で、私がいろんな椅子で肘掛けを外して使ってきたってのは以前の動画でも話をした通り、肘掛けってちゃんと座る上で邪魔になることが結構あるんですよね。その点この椅子は肘掛けをデスクと干渉しない位置まで引けるので、デスクに合わせてしっかり深く座れるのがとにかく素晴らしい。しかもこのアームレスト、リクライニングに連動して動くんです。背もたれを倒すと肘掛けの位置だけでなく、角度も微調整されながら一緒についてくるし、ヘッドレストも座面も背もたれに合わせて一緒に動く。リクライニング姿勢に合わせて椅子全体の形状が変わるイメージですね。一般的なオフィスチェアってリクライニング時のアームレスト角度は結構適当だと思ってて、そもそもリクライニング姿勢で作業することを想定していない。倒すのはあくまで休憩で、体を起こして座って作業するものというのが前提なのです。一方、この椅子は後傾のまま作業することしか考えてないので、倒した時の肘の位置までしっかり設計されている。どの角度に倒しても肘掛けに腕を預けたまま作業ができるわけ。だから115度、125度といったリクライニングでは使わないような角度でも固定ができるのです。そして後傾姿勢が前提ということで、この椅子にはフットレストが絶対に必要で、だからこそこのリベルノボオムには専用のフットレストもセットで販売しちゃっているのです。後傾姿勢って体が後ろに傾くことで足も浮きがちになるので、これは絶対に一緒に買うべき。以前私は椅子一体型のフットレストは使わないと言いましたが、あれはリラックスするなら一体型のフットレストはいらないよっていう話。こちらは作業するために必要なフットレストであり、これがあることで足が浮かず、後傾姿勢でも足場が安定するし、小柄な人の足が床につかない問題もこれにて解決。それでいて、オットマンのようにリラックスにも使えるわけで、従来の足置きのようにも使えてリラックスもできる。フットレストまでセットで売るオフィスチェアなんて他に私は知りませんからね。後傾姿勢で仕事をするという新しい作業スタイルの提案なんじゃないかなと。で、なんでこんなことができるのかというと、リベルノボはダイナミックエレコノミクスという動きのある人間工学を掲げるメーカーなのです。メーカー調査によると、人は1時間に平均13回も姿勢を変えている。だから姿勢の変化に椅子側がついてくるように設計されているんですね。その象徴がこの背中の鱗。背中に鱗のようなパネルがずらっと並ぶ。
ちょっとインパクトのあるビジュアルなんですが、これ単にガジェット心をくすぐるデザインにしたわけではなくて、フレックスフィットバックレストといって、8枚のパネルがそれぞれ独立して動いて、姿勢の変化に追従するための構造なんです。つまり、この見た目自体が動く椅子という思想の表れなわけで、それゆえに電動サポートやストレッチ機能まで載せている。まあ私もまさに後傾姿勢って楽っていうより動けないのが辛いと感じていたわけで、この座ったまま動ける椅子にするという思想は非常に面白いと感じました。はい、続いて後傾姿勢で作業する場合、モニターはどこに置くのが正解なのかという話ですね。先ほど椅子が傾くことで視線の位置も変わるという話をしましたが、この傾きを強くするほどに従来の位置にモニターを置くと逆に首をおかしくしてしまいますからね。昨今は AI の普及もあってマルチディスプレイや大型ディスプレイを使うようになった人も多いはず。私も4画面ディスプレイに始まり49インチのスーパーウルトラワイドも使っておりますし、55インチの大画面テレビをモニターとして使うようになったってのはつい最近の話。画面はどんどんでかく、上にも横にも伸びているのに、椅子は昔ながらの通常の椅子のまま。このミスマッチも後傾チェアでうまく解決できるのではないかとも思ってます。まず、モニターの高さの大原則ですが、人間の視線は水平より少し下が見やすくて疲れにくいと一般的には言われており、私はモニターの上端が目の高さってのを前提に、デスクに置くなら32インチで高さ40センチくらいが私の限界なんですけれども、ただこれって全部一般的なオフィスチェアに直立姿勢で座った場合の話。後傾チェアではこの前提が丸ごと崩れると思っています。モニター高さは視線の水平位置より下が快適っていうのは頭の向きに対しての話であり、頭が水平じゃないなら話も変わってくるのです。体が後ろに倒れれば倒れるほどその分視線も上を向く。通常の椅子では体の負担になるとされていた高い位置の大きなモニターが後傾姿勢ではむしろ快適なゾーンに入ってくる。もちろん上体が後ろに傾く分、モニターまでの距離も長くなります。例えばモニターまでの距離が80センチの場合、105度に倒すと背もたれは15度傾きますが、ヘッドレストが頭を起こす分、視線が上を向くのは5度から10度くらいになるはず。となると視線の先は約6センチから約15センチ上。115度なら約13センチから約23センチ。125度なら約19センチから31センチも上を向くのではないかなと。まあ数値的な話はさておき、実際私はこの椅子に変えてからモニターの位置を10センチほど上げているし、そもそも首をしっかり支えるようになったので、首の疲れが軽減しちゃってる。よってこの椅子を使うなら、モニターアームで微調整できた方が良い。後傾の角度に合わせて、モニターも上げ下げもしたいし、モニターも少し傾けた方が良い。もっと深く後傾姿勢にするなら、モニターの位置も変えないとまずいわけで、何にせよモニターアームはあった方が良いとも思っています。あと、後傾姿勢になることで、モニターまでの距離も取れるので、小さいデスクでも大型モニターが使えるようにもなるんじゃないかなと。結構デスクシェルフとかも使ってる人も多いと思うので、そういったモニター位置が高い人にも、こういった後傾チェアは相性が良いはず。デスクシェルフ最大の難点は、モニター位置が高くなってしまうことですからね。ちょっとモニター位置高いなと思いつつ、無理して使ってる人にも良いんじゃないかなと。逆を言えば、ノートパソコンやタブレットのような低い画面を使う場合は、後傾姿勢は向いていません。低い位置の画面を後傾姿勢で見ると、首だけを前に折り曲げることになるし、これは絶対にやっちゃダメ。この椅子でノート PC を使いたいなら、ノートパソコンも高い位置に設置する必要があるってことですね。で、ここまで聞いてきた方はなんとなくお分かりかと思いますが、これはこの椅子、リベルノボに限らず、椅子そのものの選び方の話でもあります。椅子はデスクに合わせて調整するものと思われがちですが、実は逆だと思っていて、椅子の高さを合わせてからデスクやモニターの高さを調整できた方が良い。一般的なデスクってデスク高が約70センチと PC のディスプレイワークには高すぎるものが多い。これ日本人に限らず高すぎる人がほとんどなので、デスク足を交換するかスタンディングデスクにするか、はたまた足元に足置きを置くぐらいしか解決方法がないのですよね。しかもこの向いてないデスクをベースに考えてしまうと、せっかくの良い椅子も逆に使いづらくなってしまうのです。ただ、このよくある高いデスクにも合わせやすいのが、このリベルノボオムニというチェアだとも思ってる。
仮にデスク高70センチだとしても、この椅子にはフットレストがあるので、足が床に届くかという制約自体がなくなり、天板に合わせて座面を調整できる。足が浮いたまま座っていると、足裏を圧迫して血流も悪くなり、足のむくみにもつながりますからね。モニター位置が高い場合も、後傾姿勢の角度を変えれば、視線の高さも調整できるようになるし、後傾姿勢でデスクが遠くなってしまう問題も、肘掛けを後ろまで引くことで目いっぱい近づけられる。デスク、モニター、キーボードの位置に対して、椅子とフットレストでかなり幅広く対応できるわけですね。特に小柄な人や女性の方にはとても良くって、我が家の女性陣もこの傾斜のあるフットレストをめちゃめちゃ気に入っていて、家にも欲しいし、子供用にもあったらいいなと言っておる。というわけで、この椅子は今までのオフィスチェアとは違うので、従来のいわゆるオフィスチェアが欲しいなら避けた方が良いとも思ってるし、逆にパソコン作業がメインで、後傾姿勢というものを理解した上で使うのであれば、これ以上ない一脚になるのではないかなとも思いました。はい。それでは続いて、このリベルノボオムニという椅子のラインナップについて。現在、このオムニシリーズは複数のラインナップに増えており、それぞれのモデルで座り心地も結構違うと感じてるんですよね。まず、このリベルノボというメーカーは、初代のオムニを2025年に出して、クラウドファンディングで大成功したメーカーで、その大ヒットモデルをリニューアルした新シリーズが今回私が使っているモデルとなります。ちなみにこの初代オムニは7月末をもって販売終了となっており、現在はこの新シリーズに完全に世代交代しています。新シリーズは全部で4つのモデルで展開しており、最上位モデルのオムニプロは電動ランバーサポート、電動ストレッチ機能、そして座面にファンを内蔵したエアフローモードと全部入りのフラッグシップ。標準モデルのオムニジェンは初代オムニの直径の後継機となっており、電動機能はそのままにエアフローは非搭載。エントリーモデルのオムニ SE はランバーサポートを電動から手動に変更してバッテリーレスにしたモデル。電動ストレッチも省かれています。そしてとにかく大柄な方に向けて作られたのが特大サイズのマキシスエアフローです。で、まず大事なのはこれらのモデル、基本的にどれも構造は一緒だということ。ここまで話してきたフレックスフィットバックレストの追従、ダイナミックランバーサポート、そして5段階リクライニングは SE からマキシスまで全モデル共通となっています。まあ高いモデルが良いモデルとは限らないってのはオフィスチェア選びのあるあるだとも思っていて、じゃあ実際のところ何が違うのかという話ですね。初代モデルからの進化としては、リクライニングが4段階から5段階になって、より細かくリクライニング角度を調整できるようになりました。ヘッドレストとアームレストも調整幅が広がって、小柄な人にも合わせやすくなっています。で、新しいモデル同士の違いは何なのか。まず一番わかりやすい違いが電動かどうか。エントリーモデルの SE は背もたれの形を変えるランバーサポートが手動でバッテリーも積んでいません。ジェンとプロはここが電動。アームレストのボタン一つで座ったまま背もたれの形も変えられます。もう一つ、電動ストレッチ機能もジェンとプロにはついています。腰のモーターが上下に動いて座ったまま背骨周りを伸ばしてくれる機能ですね。これは初代オムニにも載っていた機能で、これがなくなったのが SE モデル。つまり SE は電動周りを丸ごと落として価格を下げたモデルということです。続いてジェンとプロの違い。一番の違いはファンとなります。以前のモデルはクッションチェアゆえに蒸れてしまうというのが皆さんご想像通りのデメリットだったわけで、そのデメリットを解消したのがプロというモデル。座面にファンを内蔵したエアフローモードで蒸れも解消できるようになっています。あと、実は椅子の素材も違います。ジェンと SE の生地はソフトタッチストレッチ生地で、これは初代オムニと同じ生地。プロだけがデンマークのガブリエル社のアトランティック生地で、リサイクルポリエステル 100% となっており、摩擦試験11万回をクリアする通気性と耐久性を兼ね備えた生地に進化。足のベースも SE がガラス繊維強化ナイロン。つまり樹脂素材なのに対し、プロはアルミ合金となっています。そしてサイズなのですが、プロとジェンと SE は M と L の2サイズ展開で、主に違うのが座面の奥行きとなります。M サイズが奥行き45センチで、身長153センチから175センチが目安。L サイズが奥行き48センチで、身長170センチから190センチが目安。L サイズのみ座面前縁のクッションが分厚くなっていて、フロント側に滑りにくくなっている。
L サイズよりさらに大きいのが欲しいという方向けに作られたのが特大サイズのマキシス。中身はほぼプロと同じで、エアフローも乗せたままサイズだけ一回り大きくした特大版モデルです。座面の奥行きが L サイズが48センチに対してマキシスは52センチ。耐荷重も通常モデルが 136kg に対して 181kg まで対応。想定身長も178センチから200センチと、まさに大柄な人のための製品ですね。で、実際のところ使ってみたサイズ感はどうなのか。私は今回 SE の M サイズとプロの L サイズ、モデルもサイズも違う2台をそれぞれ3ヶ月ほど使ってきて、まず言いたいのが、SE とプロでは構造は一緒でも座り心地はだいぶ違うってこと。SE は座面がかなり柔らかくそこそこ沈み込みます。対してプロの座面は SE に比べると詰まったような感触でより硬くよりしっかりとした座り心地になっています。これクッションの素材自体は初代オムニも含めて実は全モデルで共通なのですけど、じゃあなんでプロはこんなに座り心地が違うのかというと、クッションの厚みと表面の生地が違うからなのかなと。プロは張りのあるガブリエル社の生地ということで、同じクッションでも座った時の体感はだいぶ変わってくるんじゃないかなと。柔らかい椅子が良いって人には SE の方が良いのかもしれませんが、柔らかいということは腰に負担がかかるのではないかという懸念が私にはあるわけで、ソファーも硬い方が好きな私は圧倒的にプロの方が良かったです。細部の作り、縫製の質とかもプロの方が上で、SE は座面や背面の縁がちょっとふにゃっとした感じがある。こういった細かい部分にも値段なりの差がある気もしました。あと、柔らかく密着する分 SE の方が蒸れますね。ファン云々の前にクッションが沈むから蒸れがち。上位モデルの電動ランバーについては、ランバーの位置を記憶しておく機能がないので、一度固定したら動かしたくないとも思ってしまいましたので、手動の SE でもそんなに大きな問題ではないかなとも思っています。プロのストレッチ機能も実際のところ立ち上がって動いちゃった方が良いんじゃないかと思ってしまった時点でちょっとあれだし、私はすでに使うのも忘れている。結局のところ動いた方が良いのは間違いないし、バランスボールで伸びをしたい。ちゃんと自分で動いてストレッチした方が体にも良いとも思っています。サイズについては私は身長約177センチくらいで、ちょうど M と L の両方の推奨範囲にかかる体型ですが、M と L を座り比べて、私なら L サイズを選ぶかなと。私の身長では M サイズでもいけますし、実際 M で作業していて狭いとは思わないんですけれども、ただ L の方がゆったり座れて、ちょっと余裕があるんですよね。柔らかい椅子ってのもありますが、やっぱり後傾姿勢がメインの椅子なんですよね。根本的に従来のオフィスチェア、特に硬いメッシュチェアとは座り方が違うので、ぴったりフィットさせるというよりも、少し余裕を持って身動きができる方が良いんじゃないかなと。クッション素材ならではの密着感もあるので、あんまりフィットして座りたくもないし、姿勢を変えるというのがこの椅子の思想でもあるので、そういった意味でも私は L サイズを選ぶでしょう。ただ、女性や小柄な方なら、やっぱり L よりも M サイズですね。実際、うちの奥さんが身長約150センチほどの小柄なんですが、M サイズを使っていて、M で大きすぎるということはなく、むしろちょうど良いとおっしゃっております。L サイズはゆったり座れるんですけど、やっぱりこの座面の奥行きが長くなるので、ここで合わなくなる人が多いんじゃないかなと。まあ小柄な人って椅子の大きさよりも体重が軽いことで座面が硬く感じられたり、座面の奥行きが合わなかったりすることの影響の方が大きいとも思っていて、座面を合わせると足が床に届かないっていう小柄な人の永遠のテーマも、この椅子はフットレストがあることで解決もしてくれますからね。ヘッドレストやアームレストも低い位置まで下がるので、小柄な女性でもちゃんと合わせられますし、なんならそれらを無視したような使い方ができるってのも非常に良いところだと思いました。はい、最後にこの椅子の気になったところにも触れておきたいと思います。まず最大の難点はやはり蒸れですね。これはリベロのモチェアに限った話ではないのですけれども、クッション素材の椅子はどうしても熱がこもってしまいます。特に夏場は厳しい人はいるんじゃないかなと。この蒸れに対するリベルノボの答えが、プロモデルの座面ファン、エアフローモード。座面の中に吸引式の電動ファンが入っていて、座面の熱と湿気を下に排出してくれる。着座センサー付きで席を立つと自動で止まり、座ると再開するので切り忘れもない。実際座ってみて意外とこのファンの効果は大きいと感じたんですけれども、ただこれファンがあるのは座面だけで背中にはないんですよね。
椅子に座ってて密着するのはお尻だけでもなく背中や首も密着するので、結局のところ夏場クッションは蒸れるという事実は変わらないかなと。で、このファンはバッテリー駆動なので充電がいるというのもちょっと嫌。椅子を充電するという新しい作業が発生するわけです。このバッテリーは 3000mAh の着脱式でType-C で充電できるので別にそんな手間ではないのですけれども、どのタイミングで交換するのかとかも考えたくもないし、そのために予備バッテリーを用意するのかといえば私はしないのです。公式ではファンを強で回して9時間、ストレッチは1日1回の使用で約1ヶ月間、電動ランバーの調整だけなら約1年も持つらしいのですけど、実際私が使ってみたところ、ファンを分回して使うとやはり2日は持たないですね。最終的に私はストレッチ機能もファンもほぼ使わなくなって今に至る。じゃあプロじゃなくてもいいじゃんと思うかもしれませんが、プロの方が座り心地も質感も明らかに私の好みなので、私はプロを愛用しています。で、結局のところクッションの椅子は漏れなく蒸れるのですけど、これはこれで別に悪いことでもないとも思ってるんですよね。日本の夏場にエアコンを使わないというのはおそらく多くの人にとってもう無理なわけで、この辺のところはエアコンの温度次第ってのもある。私はお尻と背中にはすごい汗をかくくせに、ものすごい末端冷え性なので、エアコンを使う上で長袖長ズボンにヒートテック靴下も欠かせなくなってきてますからね。うちの奥さんも年中膝にブランケットをかけているタイプなんですが、この椅子はお尻が柔らかくて逆に暖かいのが良いって言っちゃってますからね。なんなら冬にメッシュチェアは寒いし、メッシュチェアでも電気毛布巻いて座っちゃったりもするのです。まあ、この柔らかいクッション自体合わない人って確実にいると思いますし、この椅子は後傾姿勢で体重を分散させる椅子であって、固めの座面で姿勢を正すような椅子ではありません。ランバーサポートでぐっと腰を支えてほしい人や、ヘッドレストがしっかり飛び出ているような椅子がいい人は、エルゴヒューマンや四方チェアのような椅子がいいと思うし、パソコンじゃないデスクワーク、前傾姿勢でも作業するんだよって人はアーロンチェアの方が幸せかと思います。この辺のところは作業スタイルも大きく関わってくるというのは言うまでもなく、あと懸念事項があるとすればクッションのへたりですね。このふかふかが何年維持されるのかは正直なところまだ未知数。ただリベルノボは公式で交換パーツを販売しているので、下手ったら座面のクッションだけ買い替えるということができる。私は他社のオフィスチェアで座面だけ壊れるってことを2度ほど経験してるんですけれど、こうなった時にパーツだけ買い替えられるのは結構ありがたい話。メーカー保証も本体フレームが5年。モーターやバッテリーなどの電子部品が2年ついてますし、最悪パーツだけ買い替えられるというのは他社でも珍しい利点でしょう。修理をお願いして見積もってもらったところで買い替えた方が良いんじゃないのってパターンも多いですからね。それからアームレストの固定感。高さはレバーでしっかり固定できるんですが、前後方向は手軽に動かせる分少し動きやすくも感じるし、細かいところでは座面の奥行きが調整できないところもデメリットかなと。M が45センチ、L が48センチの固定でスライド機能がないのです。ただこれは座面がクッション素材でフットレストもあるので、他社の数値と同じように考えない方が良いとも思ってる。座面が大きくても膝裏に圧迫感があるとか、奥まで座れないといったこともないのではないかなと。この椅子は従来のオフィスチェアとはちょっと違うということを理解して、作業姿勢も変えて使ったら面白いわけで、逆を言えばそれが一番のデメリットなんじゃないかなと。この椅子は後傾姿勢で使ってこその椅子であり、従来のオフィスチェアのように体を起こした姿勢やちょっと前のめりで使うことを想定しているなら違和感を感じると思います。タブレットやノートパソコンでは位置を調整する必要があり、この椅子に合わせて少なからずデスク環境も変える必要があるということですね。具体的なデスクの選び方やモニターの選び方については話し始めたらキリもないし、また時間がある時にでも解説したいと思ってますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、最後にまとめです。このリベルノボオムニというオフィスチェアは、今まで私が使ってきたどの椅子にもなかった座り心地で、特に後傾姿勢での使用感は抜群。私の中で新しい作業スタイルを開拓できたのも良かったです。パソコン作業で使う椅子ってメッシュチェアが多い中、この椅子は柔らかめのクッション素材の椅子であり、座り心地自体が大きく異なるってのもありますが、やはり一番の違いは後傾姿勢に特化している椅子だということ。
ここまで後傾姿勢に最適化された椅子って私は今までに体験したことがなく、ヘッドレストやアームレストまで含めて後傾作業に合わせて作られていることにも感動したし、その上で専用フットレストまで用意されてるってのも素晴らしいと思いました。提供品なので何を言っても嘘くさくはなってしまうのだけど、ここまで見ていただいて後傾姿勢で作業をしてみたいと思った人や、私みたいに本当にパソコンでしか使わない椅子を探しているなら試してみる価値は十分にあると思います。あとは分離キーボードとか音声入力を使っている人とかですね。というのも私自身キーボードを叩きまくるってことがだいぶ少なくなっていて、マウスやトラックボールとあとマイクとショートカットキーさえあればだいぶ仕事もできるようになってるんですよね。書き物中心のデスクワークと画面を見るディスプレイワークでは姿勢が違うってのはもちろん、そのディスプレイワークの中でも分離キーボードや音声入力の進化でまた作業姿勢が変わっている。キーボードの前に手を揃えて文字を打つこと自体が減っていて、より後傾姿勢で作業しやすい環境が整ってきているとも思っています。私は昔から寝ながら仕事をすることに憧れてるってのもあって、結構頑張って後傾デスクを作ったこともあるんですけれども、実際に寝てしまうと作業はできないし、やっぱり椅子とデスクのバランスが非常に難しいんですよね。そんな中、寝る姿勢と座る姿勢の中間を取ろうというのがこの椅子の答えであり、この中間の取り方がものすごくよくできているなと、体の重さをバランスよく分散して、腰だけでなく首や肩、足の負担まで軽減してくれているような気がする。ちょっと後ろに傾けるだけで楽になるというのを体験できたのも事実です。ただですよ。これは毎回言ってることなんですが、椅子は実際に座ってみないとわかりません。特にこの椅子は今までのオフィスチェアとは座り方も違うのでなおさら。現在は東京、埼玉、大阪、愛知、福岡の一部の店舗でも視座ができるようになってますので、気になってる人はぜひ面倒でも一度赴いて座ってから判断することをお勧めします。ちなみにこの椅子には30日間の返品保証もついています。返品には全ての梱包材を取っておく必要があるみたいなんですが、実際に自分のデスクに合わせて試せるって結構すごいことだとも思っています。オフィスチェアって高い買い物ってのもありますが、本当に場所を取りますからね。柔らかいクッションが合うのか、後傾スタイルで仕事ができるのか、こればっかりは自分のデスクで実際に長時間使ってみないとわからないわけで、そういったことを含めてしっかりと体験できるっていうのはとても素晴らしいことだなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。